こんにちは、MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。はーい、今回は、また QE イヤーズのモデルなのね。QE イヤーズドルチェのレビューだよ。カデンツァより入手しやすいモデルが出たわけね。カデンツァは5000円ぐらいだからね。QE イヤーズにも3000円クラスのモデルが欲しかったんじゃない？これで、ドルチェからスタートする QE イヤーズのラインナップは6モデルということに。カデンツァをレビューしたのが去年の12月だったから、この半年で随分たくさんリリースしてるよね。それだけ評判がいいってことなんじゃないですかね。実際いいですよね。いいと思うよ。ドルチェの販売ページの翻訳だけど、QE イヤーズについては上に記載の通りね。カデンツァが出た時、まだ QE イヤーズってメーカーのこと知らなかったから、レビューどうしようかな、なんて思った記憶があるけど、やっておいてよかったよ。エントリーモデルではあるけど、ドルチェのポイントはドライバーだろうね。10mm ダイナミックタイプで、新開発の LDP ダイヤフラム、上位モデル、クインテッドでの NTT ドライバーの開発など、QE イヤーズの開発スピードは速いみたい。外観は 3D プリントで成形されたレジンシェルね。一般的なカラル型によく見られる形状で、サイズ、重さも特筆するところは特になく、装着感も問題なかったよ。ではサウンドチェックですが、どうしましょうか？そうだね、一つ上のモデル、カデンツァにしてみようか。波形が似てるけど、中域の感じが結構違うからね。イヤピは、ドルチェ付属のものを使用して音収録。ドルチェとカデンツァの接続部の形状が違うので、ケーブルはそれぞれの付属ケーブルを使用。音調整の基準はカデンツァにして、ドルチェがどのぐらい変化するのかを確認してみよう。はい、了解です。ではサウンドチェックです。音量、上がります。はい、サウンドチェックでした。カデンツァもドルチェも低域が結構目立っていた気がします。中域の違いを聞き取ることはできましたが、愛には低域や高域ほど分かりやすくはなかったです。サウンドチェックではバンドルイヤピを使用して音収録しましたが、リスニングは単ジジム TAPB トレブルで行ったので、その違いを比較してみました。前半のポイントのところで触れた通り、3から4キロあたりに特徴を持たせているようだね。それより上の広域は結構差がありますけど、イヤピ内径の大きさの差なんでしょうかね。多分そうだね。バンドルイヤピの方が絞られてる感じで、6キロ付近で一旦しっかり減衰してる。
どちらも明るい質感ではあるけど、バンドルイヤピの方が少し落ち着いた印象かな。音質調整の前にイヤピの装着が自分にマッチするかどうかも重要だから、装着感優先でいいと思うけどね。そうですね。はい、次は他モデルとの比較ね。QE イヤーズのモデルでの比較だけど、クインテットはどうしたの？ドルチェの動画を先に作ってたんだけど、その段階でまだクインテットは届いてなかったんだよね。じゃあ仕方ないね。この比較で最初に目に留まるのはこの帯域で、どれと比べてもドルチェはここが結構減衰してる。次にカデンツァより低域が強めで、カルテットと同等に見えるよね。オーケストラライトは価格が10倍ぐらい違うんで一応載せてみたって感じ。なるほどね。この波形重ねてみてみたいわね。はい、どうぞ。ああ、なるほど。ドルチェが一番ドンシャリなんですね。そのようだね。QE イヤーズは上位モデルになるほど中域を出していくように思えるね。逆にドルチェの中高域は結構しっかり出してるよね。8キロ付近のピークやそれ以上の帯域もしっかり出てる。次はドルチェを聞いた印象を教えてほしいな。じゃあ早速、低域聞いた瞬間低域が強いと感じ、他の帯域への影響が大きい。秒間優先のためキックやベースに曖昧さを感じる。中域を確認するためのリファレンス曲では波形通り痩せて聞こえる。中高域視察音はあまり気にならない。サックス、ピアノ、ボーカルなどメロディーラインは低域が強めな割にしっかり聞こえる。高域シンバル系は全体的に少し後ろからといった感じで、刻みの存在感もあまり強くなくチキチキしない。トータル低域の他の帯域への影響が大きめなのでちょっと惜しい。その影響で分離は今一つ。横への広がりは一定量感じるが特別広くはない。中高域以上の聞こえ方で不満に感じる点は特になく、ややウォームな印象はメーカーの狙いでもある。一言で言えばややウォームなドンシャリサウンドといった感じで、このまま聞くと低域の影響が大きめでちょっともったいない気もするかな。なので何箇所か EQ 補正してみたのがこれ。低域を極端に抑えたわけじゃなく、ある程度出しながら中域のへこみを減らし、中高域への立ち上がりを早めにしてみた。2キロまでを補正対象とし、それ以上は一切触らず。これで中高域以降が浮き上がってくるので、改造感や分離は改善されたね。へえ、確かに全体の印象は良くなったかも。でもこれってあれに似てるような。これでしょ？あ、そうそう、セブンフェルツサルノーツゼロ。ゼロは低価格モデルとは思えないようなチューニングになっているからね。ドルチェを補正するとき、ゼロは全然意識しなかったけど、結果的に方向性が似つったね。ただ、補正しないでしばらく聞いてると、耳が慣れて許容できてきて、低域の感じもこれはこれでいいじゃんって思えてきたんで、買ったらしばらくドルチェに付き合ってみるのもいいんじゃないかと思ったよ。耳と脳の適応能力ってすごいですものね。手っ取り早く、微ケーブルもありでしょ？ジャックさんがこれで聞いてみなって言うから聞いてみたけど、このケーブルなら EQ いらないんじゃないかな？低域ちょっと抑えられて、上が伸びて、分離とか広がりがワンランク上がった感じになったもん。そうだね、このケーブル高くないし、ドルチェに合わせてみても面白いね。次々に新しいモデルが出てきますが、ドルチェは LDP ダイヤフラムがポイントで、少し低域寄りなバランスが好きな人向けという気がしますが、QE イヤーズのエントリーモデルとして持っていてもいいんじゃないかと思います。でも、カデンツァ持ってたらスルーでいいかな。ということで、QE イヤーズのエントリーモデル、ドルチェのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。